はい、宇治でございます。サンプルタンク3 IK マルチメディアのこのサンプルタンクシリーズが3になりましたですね。登場しました。まあ相変わらずこのイタリアっぽいこのね美味しいこの帯域にこうね音が集まっていてね、とても気持ちいいです。弾いてて。で今弾いてて、おっと気づいた人もいるかと思いますけど、この画面見て分かる通り、1から16までこう数字が並んでるということは、16マルチ音源になるっていうことが分かりますが、ちょっと私がこれ弾いてみると4ついっぺんになってますね。このね1からパート1から4までがミディチャンネルを同じにしてるんで全部、なってるわけですけど、これね全部で画面がこのプレイ画面のところでこのインストゥルメントって出てますよね。でこのインストゥルメントのこのインフォメーションという、ところを押していて、ここですね。こうするとこう、CG の画面が出てるんですけど、これポンとやると今4つの音、グランドピアノとダイナマイのエレピで、このね、モーションクリスタラインってやつで、ビヨンドボヤージってこうパッド系ですかね。この辺の音が4つ混ざって、このボリュームでミキシングして、ちなみにこの今パート、プレイ画面でしょ。でミックス画面でこの、今4つの音をこう絶妙にミックスしたんですけど、ここにいろんなエフェクトが貼り付いたのも分かりますね。これすごいです、はっきり言って。で、さらに綿密なエディットまでできてしまいますが、この辺後で詳しく説明しますが、すごいもうびっくりって感じですね。でねこれ見ていただくと分かりますけど、ここにありますこのカテゴリー、ベース、シンセベースとかアコースティックギターとかエレクトリックギター、ピアノとかいろいろありますね。これね全部で音色カテゴライズが21のカテゴライズに分かれていて、その中でまた莫大な数の音が入ってるんですけど、例えばピアノだけ見てもね、ピアノの中にさらにグランドピアノ1とかグランドピアノ2、ベイビーグランドピアノとかフォンキートンクとかジャズアップライトとかもう山ほど入っています。これさらにグランドピアノの中にはさらにその中で細分化されたクラシカルなものとかものだとか、パッドっぽくしてるだとかジャズっぽいのとかもう山ほど入ってます。これで全部で総数的にいくつ入ってるかというと4000ですよ。4000以上、ちなみにこのサンプルタンクってのは皆さん知ってる通りサンプルベースですからね、サンプルベースとして33ギガバイト以上、このものすごいことになっとるわけよ。ね、そういうのはさておき、やっぱり皆さん音を聞きたいでしょうからね、音をこういろいろ聞いてみましょう。まずグランドピアノ、ローディングもね早いんだよね。一瞬でもう来ますけど、ちなみに私今アイリグキーズのプロを弾いてますけど、これベストマッチングでございますね。非常に良い音してますね。例えばジャズグランドピアノにしてみようか。ちょっと張りのある感じ。でこれでインフォメーションを見るとこの今のこの状態が分かるわけね。ジャズグランドピアノ、このピアノだけで見てメモリーがもう1ギガ超えてるからね、ピアノだけですごいことになってますね。これね本気ートンクもねめっちゃいいんですね。
絶妙な本気トークでしょ。アップライトでもう一音一音こう絶妙に違うのが分かるでしょ。すっごいこの本気トークでね、まずね実は私びっくりしたんですね。エレクトリックピアノ見てみましょうか。エレクトリックピアノの中にも当然のごとく、例えばステージエレクトリックピアノ、ステージということはフェンダーローズのこのねスピーカーのない方のステージ、これもうすっごいいい音してるでしょこれ。同様にスーツケースいってみるよ。スーツケース、ローズの下にスピーカーがついてるんですね。すなわちプリアンプが入ってる。ね、張りが違いますね。プリアンプだから増幅してプリアンプでトーンコントロールも挟んでるんで。ちょっとアンプの歪みも入ってるの分かりますかね。でこのマクロっていうところでこのローミッド下のつまみね、とかコンプとかゲインとかサチュレーションだとかね、こうデプスレイト、これオートパンのやつだね。これねパンニングがローズってこう割と区形派っぽいこのね、波形でトレボルかかるんだけど全く同じ。気持ちいいでございますね。すごい。なぜこんなに音がいいか。例えばコーラス、なんか MXR のコーラスがかかったような感じですけど、でコーラスのこのデプスとゲインがここにあるのね。もうよくできてる、もう最高にいいね。ちなみにエフェクトもこういろいろあるんですけど、ここでねエフェクト、どういうエフェクトを何に使ってるかっていうのもここでもう一目瞭然で分かるんだよね。全部で5系統を使ってるということになりますけど、すごいですね。次エレクトリックグラウンド、ヤマハの CP だねこれね。CP はね下の方のを聞くとよく分かったけどこれまさしく CP で、上はいい音してますね。ダイナマイトストリングスとかね。もちろんシングルの音色でもこういうレイヤーものがしっかりと、網羅されたと。オルガンねもうたまんないですよこれ。もう見た目はもう完全 B3 ですね。今2ドローバーズっていうぐらいだから2本で持ち味ホイールでレズリー。色言ってみましょうか。例えば4ドローバーズ。もうすごいでしょこれ。もうねたまりません。ジャズファンク系のこのパーカッションが入ってる。もちろんレガートで弾いた時はパーカッションは入りませんからね、モノだからね。もう最高に気持ちいいオルガンでございますね。
もちろんコンボール関係もいるからね、これボックスみたいな。ちゃんとそれに最適化されたねこの、エフェクトがちゃんと入ってるのがねすごいですよ。パイプオルガン。これこれもう完全ノートルダムって感じのもう完全に素晴らしいですね。じゃあねちょっとストリングスいってみましょうか。ストリングスもねこれびっくりしました私ははっきり言って。まずバイオリンいくよ。これ今ただ普通に弾いてるだけですからね。このアーティキュレーションたるや。バイオリンマルチっていう音色なんですけど、これすごいですよこれ。このアーティキュレーション。これキースイッチという形でこうなってますけど、いくつかのサンプルをここに並べて演奏させることができる。まさにアーティキュレーションがここで再現できてしまうと。でね、例えばこういう鍵盤の短いやつでも、このアーティキュレーションキーズを、出しといてやってもいいでしょうし、もちろんねここでね鍵盤でも弾ける状態なのよこれ。例えばこの鍵盤でこのアーティキュレーションもキーボードの鍵盤上でこういうパフォーマンスをすることができる。これは素晴らしい。今バイオリンでしょ。チェロの音もすごいよ。チェロのマルチで聞いてみましょうか。チェロの音域ですね。チェロだって上に来てますねこうね。弾く音域とぶつかるから上に来てるんですねこのアーティキュレーションはね。いやよくできてますわ。今はソロ音色ね。で当然アンサンブル音色によってはこれ4バイオリンズとか11バイオリンズ、これ人数っていうことですね。例えば4バイオリンズだったらばこういうふうにこう1音弾いた状態で4人いるという。当然2音弾くと8人。すごいでしょ。これは 4バイオリンね。次が11人。わかりますかね違いね。やっぱり人数感が出てきますね。次23人。もうふくよかさが違いますもん。すごいでしょこれ。でそれらを、ね、コントラバスとかチェロも含めたフルストリングセクションとしてじゃあマルチでこれ最も贅沢な音色になるんだけど。
これ音域でファーストセカンドビオラチェロがもう完全に分かれてます。でアーティキュレーションはここにいますね。これもすごいちゃんと定位もそのオーケストラ上の定位のバイオリンセクションとビオラセクションとチェロセクションに全く同じ配置ですからこれ。これは素晴らしい。もうこのストリングスでも鳥肌だったもんね俺これですごいです。同様にブラスセクションもクラシック系とジャズ系とですね分かれてるんですけど、これもすごいですね。ブラスセクションなんかもこのポップブラスセクション、まあサックスとトロンボーンとトランペット2本。ちゃんとブラスセクションのいるでしょ、ちゃんとそこに。これ笑っちゃうぐらいこのサンプルの質、最初みたいにその各楽器が一番おいしい帯域をしっかり豊かに持ったサンプルなんだよね。だからねほんとすごいです。惚れ惚れするようなものですね。